みんな、元気なのだ。今日はみんなをある国にご招待するのだ。スンダモンがみんなを連れて行くのは、情熱の国、スペインなのだ。みんな知ってた？実は情熱の国スペインの名前の由来は、ウサギがたくさんいる土地っていう意味らしいのだ。なんだかイメージと違って可愛いのだ。そんなスペインから今日は5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュース、シナロア、カルテル構想家の行方不明者捜索なのだ。カルテルの激しい抗争の陰で大切な家族の行方を必死に探し続けるお母さんたちの現実、想像を絶する困難に立ち向かうその姿をスンダモンが詳しく伝えていくのだ。これは決して見過ごせない心に深く響くニュースなのだ。この動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずに押してほしいのだ。それじゃあ今日もズンダモンやみんなで世界のニュースを一緒に見ていくのだ。皆さんこんにちは。今日は情熱の国スペインをご紹介するのだ。スペインはヨーロッパの南西部に位置し、地中海と大西洋に面した美しい国なのだ。首都は活気あふれるマドリードで、地理的にも多様な顔を持っているのが特徴なのだよ。その歴史は古く、ローマ帝国時代から様々な文化が交錯してきたのだ。レコンキスタを経て統一され、大航海時代には世界に大きな影響を与えたのだよ。現在は立憲君主制を採用していて、国王が国家元首だけど政治の実権は内閣にあるのだ。人口はおよそ4700万人ほどで、豊かな文化を育んでいるのだよ。スペインの文化といえば、なんといっても情熱的なフラメンコや刺激的な闘牛を思い浮かべる人も多いのではないかな。食文化も素晴らしく、パエリアやタパスといった美味しい料理は世界中で愛されているのだ。主要産業は世界遺産も多い観光業が特に盛んなのだ。他にも自動車製造や農業も重要な役割を担っているのだよ。最近では持続可能な観光への取り組みや再生可能エネルギーの導入にも力を入れているのだ。またカタルーニャ地方などの文化的な多様性も常に注目されるトピックなのだね。情熱的で魅力あふれるスペイン、ぜひ一度訪れてみてはいかがかな。一つ目のニュースなのだ。米国政府機関閉鎖の瀬戸際という記事なのだ。アメリカ政府がシャットダウン寸前の大ピンチなのだ。トランプ大統領と民主党のトップたちの会談が決裂しちゃってとんでもないことになっているのだ。新しい会計年度が始まる10月1日午前0時1分までに合意できないと政府機関への予算が完全にストップしちゃうのだ。これって2018年以来の非常事態なのだ。民主党は国民の健康を守るためにオバマケアの補助金をもっと長く続けてほしいし、共和党が提案しているメディケイドなどの大切な医療プログラムの削減も絶対にやめてほしいと強く訴えているのだ。公衆衛生サービスは多くの国民にとって命綱なのだからとっても大事なのだ。それに対して共和党はまずは11月21日までの短い期間、暫定的な予算で乗り切ろうと提案しているのだ。そしてもしシャットダウンになったらトランプ政権は公務員さんたちを一時的に無給にするだけでなく、そのまま永久に解雇しちゃう可能性までちらつかせて民主党にすごいプレッシャーをかけているのだ。しかもトランプ大統領は民主党が不法移民への無料医療や未成年者の性別適合手術に巨額の税金を費やすなど信じられないようなデマ混じりの要求をしているって言いふらしているのだ。これは事実と違う情報でシャットダウンの責任を民主党に押し付けようとしているのだから困っちゃうのだ。もしシャットダウンが現実になったら郵便配達や航空管制官さんのお仕事みたいにどうしても必要なサービスはなんとか続くのだ。でも国立公園や公立博物館は閉鎖されちゃうし、何万人もの公務員さんたちがお給料をもらえなくなって生活が大変になっちゃうのだ。特にたくさんの公務員さんが住んでいる首都ワシントン DC では
かなりの大混乱になることが予想されるのだ。実は1980年以降、アメリカ政府機関のシャットダウンはこれまでに14回も起きているのだ。一番最近だと2018年に34日間も続いて、すごく大変だったのだ。ワシントンではみんなが息を飲んで、今度こそ本当に狼少年のお話みたいに政府機関が止まってしまうんじゃないかってハラハラしながら見守っているのだ。国民みんなのためにも早く解決してほしいのだ。二つ目のニュースなのだ。米政府閉鎖、どういうこと？という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。アメリカがまた政府機関閉鎖の危機に直面しているのだよ。議会が予算案で合意できないと、連邦政府の多くの機能が止まってしまうのだ。そもそも政府機関閉鎖って何かなのだ。連邦政府は議会が承認したお金しか使えないから、予算が尽きると法律で多くの業務を停止するよう求められるのだ。政府の機関は閉鎖され、多くの職員が一時的に仕事を休まされる一時帰休になるのだよ。でも国の安全を守る仕事や法律を執行する仕事など必須サービスは続くのだ。誰が働き続けるのかなのだ。公共の安全や国家安全保障に関わる職員、例えば空港の TSA 職員や国境警備隊、航空管制官などは働き続けるのだ。お給料は閉鎖が終わってから支払われるのだよ。一方で IRS や環境保護庁の職員などたくさんの必須職員は一時帰休になるのだ。今回は恒久的な解雇も検討されていて、政府の機能が長期的に低下するかもしれないのだ。どんな給付金やサービスが続くのかなのだ。社会保障やメディケアの給付金は法律で支払いが義務付けられているから止まらないのだ。メディケイドも当面は大丈夫なのだ。退役軍人への医療や年金も続くのだよ。食料支援プログラム SNAP もうすぐには影響を受けないのだ。でも女性、乳幼児、児童プログラム WIC は10月1日以降、新規申請者が支援を受けられない可能性があるのだ。じゃあどんなサービスが止まっちゃうのかなのだ。納税サービスでは IRS の業務が遅れたり、問い合わせの対応が滞ったりするのだ。中小企業支援では災害援助ローンを除いてほとんどの融資承認が止まってしまうかもしれないのだ。住宅プログラムでは家賃補助や連邦住宅ローンが遅れて困る人が出てくるのだ。食品安全検査や環境監視も中断する可能性があるのだよ。空港は管制官や TSA 職員が働くから飛行機は飛ぶけど、職員が給料なしで働き続けることに不満を持つと、遅延や長い列が発生することもあるのだ。国立公園は閉鎖されたり、管理が行き届かなくなったりする可能性があるのだ。郵便サービスは議会の予算ではなく、切手などの販売で成り立っているから、通常通り続くのだ。経済への影響はどうなのかなのだ。政府機関閉鎖は経済に大きな損害を与えるのだ。2019年の閉鎖では GDP が80億ドルも減少したのだよ。給料をもらえない連邦職員や政府との契約を待つ企業、連邦ローンを当てにしている企業などが大打撃を受けるのだ。今回は恒久的な解雇もあり得るから、過去よりも深刻な経済的影響が出るかもしれないのだ。どれくらい続く可能性があるのかなのだ。閉鎖は数時間で終わることもあれば、1ヶ月以上続くこともあるのだ。これまでの最長は2018、2019年の34日間だったのだ。今回も議員たちは合意に至るのが難しいと警告しているから、長引く可能性があるのだよ。3つ目のニュースなのだ。シナロア、カルテル構想家の行方不明者捜索という記事なのだ。シナロア、カルテルの激しい抗争で行方不明者が急増しているのだ。特にロス、チャピトスとエル、マヨ、歯の衝突が背景にあるのだ。行方不明者の多くは男性で、40歳以下、
そしてクリアカン出身という共通点があるのだ。中にはレジナルダ・プリドさんのように行方不明の息子ハビエルさんを探して40体以上の遺体を発見したお母さんもいるのだ。彼女はマザーズ・イン・ストラグルという団体で多くのお母さんたちと共に捜索を続けているのだ。武装した男たちに拉致された息子を探すマリセラさんのように匿名情報をもとに遺体捜索をするお母さんもいるのだ。当局の協力がなかなか得られない中、自分たちで暑い場所を探し回るのは本当に大変なのだ。シナロア州検事局のデータによると、行方不明者の 84% が男性で、18歳から39歳が全体の約7割を占めるのだ。クリア間での発生が特に多く、2024年9月以降に急増しているのは衝撃的なのだ。カルテルが若者を強制的に募集している可能性も示唆されているのだ。あるケーブル会社の社員ナミヨさんは、カルテルに襲撃され、撃たれて浄化槽に捨てられたけれど、奇跡的に生還したのだ。彼の証言がきっかけで、オリアー・セントハウンズ・コレクティブのマリア、イザベル、クルス、ベルナルさんたちは海軍と共に捜索を行い、複数の遺体を発見したのだ。浄化槽から見つかる遺体は、この戦争の残酷さを物語っているのだ。さらに、クリア間の21、デマルゾ墓地には830体もの身元不明遺体が眠っているのだ。これは過去のカルテル戦争から続く法医学的な危機で、遺体確認のための遺伝子学者も不足しているのだ。捜索を続けるお母さんたちは、当局の無関心さに憤りを感じているのだ。多くの人が行方不明になり、家族が必死に探し続ける状況は本当に悲しいのだ。この問題の解決にはもっと多くの支援が必要なのだ。4つ目のニュースなのだ。負傷して情をかけられ、アイスオフィスで銃撃された移民への二重の罰という記事なのだ。ダラスの移民税関捜査局、アイス、事務所で恐ろしい銃撃事件があったのだ。アメリカ人のジョシュア・ヤーンがアイス職員を狙って発砲したけれど、なぜか犠牲になったのは拘束中の移民たちだったのだ。この事件で37歳のサルバドル人のルラン・グスマン・フエンテスさんが亡くなって、31歳のメキシコ人ミゲル・アンヘル・ガルシア・エルナンデスさんが重傷、そしてベネズエラ人のホセ・アンドレス・ボーデネス・モリーナさんも負傷して入院中なのだ。事件からほぼ1週間経っても、トランプ政権は亡くなった方や負傷した移民たちの情報をほとんど公開していないのだ。その代わりに、アイス職員を被害者として描き、この事件を史上最大の強制送還、作戦やポートランドへの軍隊配備のような国内軍事展開を正当化する理由に使っているのだ。まるで事件が政府の政策を支持するための道具にされているみたいなのだ。重傷を負ったガルシア・エルナンデスさんは体中に重創を負い、特に首の動脈への損傷が深刻で命も危なかったのだ。回復してきても彼は病院のベッドで腕を縛られ、足には手錠をかけられたままなのだ。妻のステファニーさんは夫が手錠をされていることに抗議したけれど、一時的に外してもらってもプラスチックの結束バンドに変えられただけだったのだ。しかもアイスはステファニーさんの面会時間を1日4時間に制限していて、その間ずっとアイスの職員が病室にいるのだ。彼女はもうすぐ赤ちゃんが生まれるのに、夫が良い父で良い夫で勤勉な人だと訴え、人間としての尊厳を求めているのだ。亡くなったグスマンさんは逮捕される前は庭師をしていて、すでに自発的に故郷へ帰ることを決めていたのだ。彼の姉妹は帰ってきたらチキンスープで迎えるはずだったのに、今では彼の埋葬の準備をしているのだ。ガルシア・エルナンデスさんのメキシコにいる母親も、息子が複数箇所を撃たれたことを語り、息子に会うために人道ビザを申請しているのだ。一方、ボーデネス・モリーナさんについては、家族からの情報が少なく、詳細は不明なのだ。当
当局が被害者の名前や容体についての情報公開を遅らせていることは、家族や世間から強い怒りを買っているのだ。移民たちは銃撃の被害者であるだけでなく、政権の情報隠蔽や政治利用、そして病院での不当な扱いという二重の罰を受けているようなのだ。5つ目のニュースなのだ。マティアス・フラード、金曜日に殺害を繰り返したアルゼンチンの連続殺人犯という記事なのだ。アルゼンチンの不風州で恐ろしい連続殺人事件が発覚したのだ。マティアス・ジュラードという男が少なくとも5人を殺害し、遺体を損壊した疑いで逮捕されたのだ。彼は当初、行方不明者の一人、68歳の男性を探す警察の捜索中に浮上したのだ。ジュラードの自宅から血痕や骨、皮膚の断片が見つかり、連続殺人犯の疑いが強まったのだ。ジュラードは37歳で、以前にも強盗などの前科があるのだ。近隣住民からは、暴力的な人物として知られていたものの、まさか連続殺人を犯すとは誰も思っていなかったらしいのだ。彼は金曜日の夜に古いバスターミナル周辺で新たな犠牲者を探していたのだ。経済的に困っている人々を選び、アルコールや少額のお金、一時的な仕事の約束で自宅に誘い込んでいたのだ。一度彼の家に入ると、被害者は二度と生きて姿を見せることはなかったのだ。これまでに DNA 鑑定により、68歳のホルヘ・オマル・アナチュリ氏、25歳のセルヒオ・ソーサ氏を含む計5人の身元が確認されているのだ。さらに2人の身元不明の遺体プロファイルも残っているため、被害者は増える可能性もあるのだ。ジュラードと同居していた16歳の甥は、金曜日になると叔父の家で悪いことが起きるのを知っていたので、その日は家を離れていたと証言しているのだ。監視カメラの映像も、ジュラードが被害者たちと一緒にいる姿を捉えていたのだ。捜査官たちは、彼が快楽目的で殺人を繰り返す周到な殺人犯だと考えているのだ。遺体は発見されず、骨や血痕、皮膚の断片だけが見つかっているのだ。自宅からは多数のナイフやマチエーテが発見されたが、どれもきれいに洗浄されていたのだ。精神鑑定の結果、ジュラードは自身の行為が犯罪であることを完全に理解しており、刑事責任能力があると判断されたのだ。現在、彼は予防拘禁されているのだ。この事件は、静かな不風習に大きな衝撃を与えているのだ。情熱の国スペインの紹介から一転、今日は政治の混乱や社会の闇、悲しい事件など、世界が抱える厳しい現実を知ったのだ。目を背けたくなる問題ばかりだけど、何が起きているのかを知り、考えることが解決への第一歩なのだ。みんなで力を合わせ、少しでも良い明日を信じていきたいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。